こんにちはゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。うぷ主のネムリーヌです。今回はコメントをいただけたので、岡田まりさんの携わってるおすすめアニメと、ジャンル的に似ているアニメを一挙紹介していきます。最近は本当に注目されてる、シナリオライターさんだね。そうだね、まずはなぜ岡田まりさんはこのような脚本を書けるのか、彼女の経歴などの、バックボーンから紐解いていきましょうか。うぷ主頼むぞ。よろしく頼む。任せておけ。実は、岡田まりさんは自伝を出版されています。その題名は、学校へ行けなかった私があの花ここ酒を書くまで、というものになっています。岡田さんは当時、人間関係は得意ではなく、5年半不登校だったことや、家族との確執や、無気力な話の中に、小説、知人の愛の話が出たりと、脚本を書く元になった話などが出てきます。まるで本当にポンポさんみたいだな。幸福は想像の敵って話だね。実際それはあるよな。思考の多面性は、失敗の思考回数で生まれる副産物でもあるからな。希望は絶望から生まれると言われるゆえんだね。ブッダの言葉でも、内省こそ潜在的な能力を引き出すと言われてるね。そんな岡田さんは、専門学校に入ったことで脚本家の道を開きます。最初はどんなすごい作品に携わってたんだ？最初は、V シネマの世界から脚本家デビューすることになります。V シネマ？あの子は表の人が出てくるやつ？そうなんだよ。最初はアニメの脚本は書いてなかったんだよ。いろんな脚本を携わる中で、1998年に DTA トロンからアニメに携わったそうです。最初から小説やアニメに、関わっていたわけではないんだね。そうなんだよ。岡田さん一人ではなく3人の制作チームの、超平和バスターズも忘れてはいけません。なんだそのチームは？ちゃんと後に紹介しますね。じゃあ早速ですが、岡田さんの関わった、おすすめアニメ紹介していきます。頼むんだぜ。今回は定番からコアなやつまで、あと、類似作品も紹介しますね。まずやっぱり代表作は、さよならの朝に約束の花を飾ろう、になりますよね。正直この映画は、どうやっても外せません。本当にすごい名作です。まだ知らない人のために、軽い内容を紹介しますね。縦糸は流れ行く月日。横糸は人のなりわい。人里離れた土地に住み、ひび折ると呼ばれる布に日々の出来事を織り込みながら、静かに暮らすイオルフの民。10代半ばで外見の成長が止まり、数百年の寿命を持つ彼らは、別れの一族と呼ばれ、生ける伝説とされていた。両親のいないイオルフの少女マキアは、仲間に囲まれた穏やかな日々を過ごしながらも、どこかで一人ぼっちを感じていた。そんな彼らの日々は、一瞬で崩れ去る。イオルフの長寿の血を求め、レナトと呼ばれる古の獣にまたがりメザーテ軍が攻め込んできたのだ。絶望と混乱の中、イオルフ一番の美女レイリアはメザーテに連れ去られ、マキアが密かに思いを寄せる少年、クリムは行方不明に。マキアはなんとか逃げ出したが、仲間も帰る場所も失ってしまう。うつろな心で暗い森をさまようマキア。そこで呼び寄せられるように出会ったのは、親を亡くしたばかりの一人ぼっちの赤ん坊だった。少年へと成長していくエリアル。時が経っても少女のままのマキア。同じ季節に、異なる時の流れ。変化する時代の中で、色合いを変えていく二人の絆。一人ぼっちが一人ぼっちと出会い、紡ぎ出される、かけがえのない時間の物語。これが、公式記載のストーリーラインになります。長い時間を生きるマキア、成長していくエリアル、その出会いと別れの物語です。見た人によって感じ方の違うエンディングや、伏線の回収は必見です。誰もがいつかの自分を重ね合わせられるような、じんわりとした温かさのある作品。これが、岡田監督が目指した世界観だそうです。実際見たことある人は、映像と音楽にも圧倒されたと思います。それほどまでに、細部まで細かく、しっかり感情移入できるようになっています。この映画が好きな方に、おすすめしたいのが、秒速 5cm です。同じように成長する時間がテーマです。大人になるにつれ忘れてしまう、少年時代の淡い恋、の思い出を思い出す映画です。この映画もかなり感情的な刺激が強いので、感動ものが苦手な方は観覧注意です。特に過去に恋愛で傷ついたことがある方は、やむ可能性があります。取り扱い注意です。映画としては最高です。次は何のアニメかな？次はやはりもう一つの岡田さんの代表作。あの日見た花の名前を、僕たちはまだ知らない、になりますよね。このアニメは制作チーム、超平和バスターズの制作になります。さらに第1話の題名も、超平和バスターズです。3人の愛を感じるよね。大人が泣くアニメの代表作だね。ストーリーは、引きこもり気味の主人公ジンタンの前に、幼馴染の少女メンマが突然現れます。自分の願いを叶えてほしいと頼むメンマ。
実は、メンマにはある秘密があります。単純な泣ける話であれば、トップの不屈の感動作です。心の衝撃度はマックスです。人にもよりますがトラウマ級の感動作になってます。ウプ主の心は破壊されてます。すごく良いアニメなので、感動もの大丈夫な方は必見の面白い作品です。この作品が好きな方に、おすすめなのが、4月は君の嘘、になります。ピアノの天才と呼ばれた主人公は、母の死をきっかけにピアノが弾けなくなってしまいます。それから3年後、桜の下で、あるバイオリニストと出会います。彼女の名前は宮園香織。彼女と出会い、主人公は、もう一度ピアノを弾く決心をします。しかし、悲しい運命が2人を待っています。このアニメも衝撃度が高く、苦手な人は観覧注意です。あくまで、感動作大丈夫な方に、おすすめしたいアニメです。この4作品はかなり、パンチが強いです。誰かに何かをされたとかでない分、心のダメージは甚大です。本当に面白いんだけど、ウプ主が感動作苦手なのがな。ウプ主のライフはゼロよ。ここで引くわけには。さあ次行きましょうか。次は恋愛アニメの最強格、岡田さん脚本の、トラドラ、です。トラドラは言わずと知れた、神アニメだな。昔のアニメ全盛の時代の立役者と言っても過言じゃないよね。春日やインデックスと共に、道を切り開いたすごいアニメです。この年代のアニメはラインナップがエグいです。銀玉、ルルーシュ、マクロスフロンティア、インデックス、夏目友人帳、春日、など、未だにランキング上位や、絶対王者が多数あります。その最強格の一つが、トラドラです。見終わった後の、喪失感は虚無だよな。その世界に入り込んで、全話見終わった時は絶望だよな。感動というより、コミカルで切ない感じなので、ウプ主は何周もしましたよ。ペルソナ5の、クリア後みたいな感じですね。多分わかる人はわかるよね。ストーリーは、目つきが悪く、ヤンキーに見られてしまうことを気にしている主人公と、誰にでも噛みつく手乗りタイガーこと、大阪タイガが出会い、お互いの恋を応援していくうちに、いろんな感情に気づいていくというような話になっています。泣けるような感じもありますけど、強い感動というよりは、いろいろな家庭事情や、深い心の少し黒い部分、単純な恋愛ものでは終わらない楽しさがあって次を見たくなります。トラドラはストーリーだけではなく、好きな人は必ず、表情や、内面の表現が良いと言います。普段恋愛ものに抵抗がある、男性も楽しく見れると思います。この作品が好きな人に、おすすめしたいのが、君に届け、になります。この作品はすごく不思議な魅力があります。ウプ主のアニメすら見ない友達が、この作品にすごくハマっていました。普段恋愛ものすら見ない、アラサー男子が勝手でも見たくなる魅力があります。そういった点で、トラドラと同じような見る人を選ばない作品です。正直、見た目以上に、内容の面白さがあります。ウプ主の友達の本棚は、GTO、君に届け、ぶっ込みの卓、のカオスラインナップでした。ストーリーは、北海道の高校の話で、性格は良いが、見た目が暗く、周囲からは貞子と呼ばれてる主人公。みんなの人気者で明るく、優しい風早翔太が親しくなったことをきっかけに、主人公の黒沼沢子は、成長していきます。面白いのが3年間の間に、少しずつ段階的に成長していく中で、友達の優しさに支えられながら、乗り越えていく姿や葛藤など、ストーリー以外にも世界観の魅力があります。そういった面でも、少しトラドラと通ずるところがあるよね。どっちも演出がいいんだよな。正直、君に届けはもっと評価されてもいいと思うよな。コアなファンが多くて、いい作品なのでぜひ一度はアニメ版を見てほしいです。よろしく頼む。じゃあ次行きましょうか。岡田まりさんが、構成で携わったアニメ。凪のアスカラはやっぱり外せませんね。凪のアスカラは、綺麗な世界観などが、さよ朝好きな人は絶対好きな、ファンタジーの恋愛ものです。ストーリーは、海の世界の村落、潮潮で暮らす主人公の先島ひかりたちが、学校の廃校に伴って、地上の学校に通うことから始まります。地上の人間と、海の人間は少し複雑な関係で、お互いあまりよく思ってません。お互いのことをあまり知らないから、距離がある感じだよね。そうだね。最初はファンタジー調ですが、後半に進むにつれて、ストーリーは展開していきます。ドロドロ感は比較的少なく、本当に綺麗な作画に家族愛や叶わない恋の儚さなど、感情模写も、すごく気持ちがわかるものになっています。キャラクターの魅力がすごくあって、見終わる頃には好きになってしまいます。少し疎外感があるキャラもいますので、そういったものが苦手な人は少しダメージを食らいます。ウプ主は陰キャなので、大ダメージ食らいました。三角関係あるあるだな。このアニメが好きな方に、おすすめなのが、
色づく世界の明日から、になります。このアニメも日常青春ファンタジー、系のアニメで、同じ PA オアケス制作です。作画が綺麗な世界観、魔法トラベル要素、凪の明日から好きにはぜひ見てほしいです。がっつり魔法ではなく、少しの要素が含まれる程度で、優しさあふれるものになってます。ストーリーは、長崎を舞台に、過去へタイムスリップした主人公の物語になってます。学園ものですが、普段見ない男性でも面白く見れるものなので、かなりおすすめです。さよ朝のように、心に残るようなアニメです。PA オアケスさんは、さよ朝や凪の明日からも制作されています。綺麗な世界観や作画が、とても素敵な制作さんです。それでは次の紹介行きましょう。さあ、行くぞ。次の岡田さんが携わった作品は、花咲くいろは、になります。PA オアケスさんの、10周年記念アニメです。うぷ主このアニメ好きだよな。そうだね、好きな人多いと思うよ。コアなファンが多いよな、元気をもらえる神アニメです。他作品とは色が違いますが、見終わった後の喪失感は、トップレベルです。本当に面白いので、うぷ主的に一番おすすめまであります。ストーリーは、石川県が舞台の旅館で働く少女のお話です。親の事情で、厳しい祖母の営む温泉旅館で、働くことになった主人公。古風な温泉旅館の寄水シで日々を頑張る主人公の成長を書いてます。今を頑張る人に絶対見てほしいアニメです。皆さんも見終わった後は、ホビロンを言わずにはいられません。何度も見たくなってしまう、このアニメだけは絶対に見てください。10周年記念作品は伊達じゃないぜ。元気をいっぱいもらえます。攻撃開始、突撃せよ。このアニメが好きな人に、おすすめしたいのが、スーパーカブ、になります。小説版もいいですが、今回はアニメ版スーパーカブの紹介になります。なぜこの前振りをするかというと、賛否両論あって、好きな人の気持ちを尊重したいからです。アニメ版と小説版で少し違う楽しみ方があるからな。そうなんですよ。今回のスーパーカブと、花咲くいろは、どちらも元気をもらえます。正直内容は対照的ですが、前向きな気持ちにさせてくれます。アニメ版スーパーカブは、ただ雨が降って、晴れる、それが不思議と悪くない。風流な時の流れが心地よいまるで絵画のような、男子高校生の青春の色を感じます。主人公は女の子なのに不思議な感覚だよね。ストーリーは、主人公の世界を変えてくれた、バイクと少女の物語です。カブは燃費が最強のバイクです。親もいない、友達も、お金もない、ない女子の世界は、一台の中古のバイクを買って色つき始めます。きっと君はどこにでも行けるよと、そんな声が聞こえてきそうな素晴らしい作品です。賛否があるのは、そんないい作品の愛ならではだとウプ主は思ってます。きっと本当に好きな人が多いからの愛だよな。ぜひ皆さんも、元気が欲しい時は両作品を見てみてください。絶対損しないので、かなりおすすめです。じゃあ次行きましょう。いただきだ。次のアニメは、原作、超平和バスターズ、脚本、岡田真理さんの、心が叫びたがってるんだ、です。実写化で知ってる人は多いかもですが、実はこの作品も岡田さん脚本です。あの花の長平和バスターズ最終決の作品でもあります。この作品のストーリーは、子供時代のトラウマで、喋らない主人公が、歌や家族、仲間の支えで、本当の自分の気持ちと向き合うものになってます。この作品で卵の妖精という、妖精が現れますが、これは不思議の国のアリスの、ハンプティ・ダンプティがモデルです。不思議の国のアリスで、ハンプティが言葉には意志があり、その意味は、彼が決めているという話があります。少しややこしいので、説明は省きますが、要約しますと、物事とは常に不変ではないということを説いてます。受け取り方や、解釈によって意味は変化してしまうってことだね。同じ言葉でも、受け取り方は人それぞれだよね。主人公は、悪気のない言葉で傷つき卵の呪いを受けます。そしてマザーグースの卵は、歌がとても苦手なので、主人公は、歌なら歌えたんです。それこそこの作品のイースターエッグです。現実でも何気ない言葉で、相手を傷つけたり、誤解されたりするからね。心のトラウマと戦い成長する気持ちを周りが助けながら進行していきます。周りのコミュニティの大切さがわかりますよね。いろんな人がいますが、もし困ってる人がいるなら、背中を押せる人間になろうとウプ主は教えてもらいました。自分自身の感覚調整をしてくれるような、その世界観が好きです。その中にも、岡田さんのリアルな黒の色が入って、深みを感じます。岡田真理さんの脚本は、心のコントラストが強いからこそ心に響くのかもですね。心が叫びたがってるんだ、はぜひとも押さえておいてほしいノスタルジックな作品です。この作品が好きな人に、おすすめなのが、タイガー&バニーです。全然違くない？なんでタイバニなんだ？いやマリサ、タイバニは実はトラウマの克服が裏テーマなんだよ。
その通りです。実は対バニはポップですが、かなり深いです。あのアニメは、心の克服を書いてます。ジェンダー、いじめ、孤独、DV など逆のコントラストが強くて、よく、色物扱いや、BL 扱いされやすいですが、実はかなり内容は重めです。明るい雰囲気で気づきにくいよね。何度か見てると見方が変わります。ストーリー自体は、ヒーローもので、戦いもありますがあくまでも悩みを解決していくことで展開していきます。仲間の悩みや自分の悩み、敵もトラウマがあったりリアルな人間模様があります。今年10周年で2期の制作も決まってるので、ぜひ予習してみてほしいぜ。ウプ主が好きなのは、ファイアーエンブレムです。姉さんの話は心に響きます。ファイアーエンブレムは最強のオカマだぜ。劇場版にてトラウマが語られます。まだ紹介したい作品はありますが、今回はこの辺にしたいと思います。ゴシックやトルエテアースも入れたかったですが、あまりにも長くなるので、もし反響あれば紹介したいと思います。ポンコツなウプ主がやる気出して、頑張ってみました。もし見てもらえた方が、気になる作品に出会えたら、ウプ主も作った回あります。こんな作品探してください、など、あれば動画作りますのでコメントお待ちしてます。ウプ主陰キャで友達少ないので、良ければ高評価とチャンネル登録お願いします。一人でもいただけたら泣いて喜びます。実写のクラフト動画も出したいです。このアニメのチャンネルは収益化の意図はありませんので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は岡田まりさんの関連作品と類似作品まとめて紹介してみました。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。